Hi, this is ドラマーリョウ。こんにちは。ドラマーリョウこと宮崎りょうです。今日は自分にぴったりのスティックの選び方についてお伝えしていきたいと思います。楽器屋さんに行くと壁一面にスティックが置いてあって、自分にぴったりなものっていまいちどう選べばいいのかわからないという方にぜひ参考にしていただけたらなと思います。太さ、メーカー、材質、チップの形状という4項目についての大まかな知識をお伝えした後、運命のスティックの選び方についてお伝えしていければなと思います。まずスティックには太さの単位があります。太いものから順に 2B、5B、5A、7A です。ほとんどのスティックに太さの単位が刻印されているはずです。それぞれの太さがどういう用途で使われているのかをお伝えしますね。ドラムセットに対応しているスティックで一番太いものが 2B なんですけれども、これは本当に太くて重くて、ロックを演奏するドラマーさんでも使っているのが珍しいくらいです。次に太いのが 5B になります。ロックを演奏するドラマーさんがよく使われているなという印象です。ドラムを始めたての方によくおすすめされているのが 5A です。ただここで重要なポイントがあって、ドラムの初心者の方なら 5A がおすすめなんですけれども、ドラムを修行していくならば 5A よりはもう一段階太い 5B を私はおすすめしたいなと思います。どういうことかというと、重さや密度のあるスティックを扱う方がより自分の技術を向上させられると考えているからです。細いスティックっていうのはその分重さも軽いですよね。重さが軽いとその分跳ね返りの力も強いので、自分でスティックをコントロールする範囲が狭まっちゃうと思うんですよね。何もしなくても軽いと勝手に跳ね返ってきちゃうので、逆に太くて重いスティックだと跳ね返りづらい分、自分の技術でスティックをコントロールする必要が出てきます。なので自分でスティックをしっかりコントロールできる技術を覚えるためにも、真におすすめできる練習用スティックは 5B かなと思います。修行のつもりで頑張りましょう。次にスティックのメーカーなんですけれども、有名どころとしてはビッグファース、ベータ、リーガルチップになります。会社によってチップの形状っていうのはそれぞれ異なったりはするんですけれども、先ほどお伝えした太さの単位っていうのはどのメーカーも変わりません。ただ各メーカーにオリジナルスティックなるものがあって、それは先ほどのサイズ規格には当てはまらないことがあります。ちなみにシェア率ナンバーワンはビッグファースになります。3つ目の木の材質についてなんですけれども、主な材質は3種類あって、オーク、ヒッコリー、メープルになります。それぞれの材質からどんな音が出るのかは個人の感じ方によるものなので、一概にこうとは言えないんですけれども、オークは一番重い材質でロックに向いているかなと思います。割れる時に弾けるように割れるのが特徴です。ヒッコリーは一番ポピュラーな材質で粘りのある音が出るかなと思います。メープルは一番軽い材質で柔らかくて割れやすいです。暗くて温かい音がしてジャズなんかによく使われています。この暗くて温かい音とかいうのは太鼓を叩いた時は分かりづらいんですけれども、シンバルを叩いた時にそれぞれの違いがよくわかると思います。
最後にチップの形状についてなんですけれども、主に卵型とティアドロップ型という涙の雫のような形があります。これはティアドロップ型のものを選んでほしいなと思います。理由としては、卵型よりもティアドロップ型の方が画面に触れる面積が大きく、自分の技術で触れる面積を増やしたり減らしたりコントロールできる幅が大きいので、一番ポテンシャルの高い形だと考えられるからです。さっき太さの時に5B をおすすめしたのと同じ理由なんですけれども、自分でコントロールする技術を身につけるためにティアドロップ型をおすすめします。ここまでお伝えした太さ、メーカー、材質、チップの形状のおすすめをまとめると、まず太さが 5B で、メーカーはどこでもいいんですけれども、一応シェア率ナンバー1のビッグファースで、材質はヒッコリー、そしてチップの形状はティアドロップ型のスティックがおすすめになるかと思います。なんですが、やっぱり万人におすすめのスティックというよりも、自分にぴったりのスティックを見つけたいですよね。なのでここからは運命のスティックの選び方についてお伝えしていきたいと思います。一旦ここまでお伝えしたことは全部忘れてください。それから山のようにスティックが置いてあるお店に行ってみてください。で、一つずつ振ってみて、しっくりくるなというスティックをまずかき集めてみてください。ここでポイントなのが、重さと振り心地は比例しないということです。ドラムのスティックによってシェイプが異なるので、前側に重心のあるようなシェイプだと重さはそこまで重くなくても振り心地、叩き心地は重たく感じる場合があります。とにかくいろんなスティックを振って自分にとってしっくりくるものを集めてほしいんですけれども、このしっくりくるっていう感覚が難しいなと感じる方もいらっしゃるかと思います。何をもってしっくりとするのかわからなかったり、自分の感覚に自信を持てないという場合があると思います。私もそうでした。ただこればっかりは自分の感覚を信じてほしいなと思います。感性がない人なんてこの世にいません。音楽っていうのは自分なりの正解を積み上げていく行為だと思いますので、自分の感覚で自分の感性で選ぶっていうことがスタート地点に立つということだと私は考えています。で、振り心地のいいスティックをわーって集めたら、そのスティックの1本分の重さをそれぞれ測っていってみてください。これで、自分が好みのスティックのグラム数がだいたい何グラムなのかっていうのがわかると思います。で、このお気に入りのスティックたちの中からチップの形状がティアドロップ型のものを選んでください。これで運命のスティック選びは完了となります。ただ最後に忘れないでおいてほしいのが、2本のスティックの重さを揃えるということです。同じ材質からできている同じシェイプのスティックでも最低と最高で8から9グラム異なる場合があります。これだけ違うと叩き心地も全然変わります。お店でペアで売られているものも同じ重さではないことがよくあるので、ぜひお店に置いてあるはかりを使って左右の重さ、グラム数をきちんと測ってから購入するようにしてください。はい、スティックの知識と選び方についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。もしよければこの動画に高評価とコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。励みになります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。
the MCs in a fashion show. Up and down the runway, look at them go, spit them ghetto cliches.